魔法使いの石。どうぞ、入ってください。お邪魔します。お邪魔します。ミスラさんの部屋、いつ来てもいろいろなものがあってワクワクしますね。このろうそく、前からありました？あ、ちょっと。危険なものも多いので触らないでください。はい。みちるおとなしいね。緊張してるの？違います。でもミスラさん、どうして僕たちを部屋に呼んだんですか？その前に、どうして俺を睨むんですか？殺しますよ。ミスラさん、みちるを驚かさないでください。僕たちは兄様を挟んでライバル関係だからです。ライバル関係？そうなの？そうです。兄様はのんきなところがあるから、兄様がミスラさんに巻き込まれてひどい目にあったり、ミスラさんに釣られて悪の道に走ったりしないように、僕がしっかりしてなきゃいけないんです。だからライバル関係です。へえ。頼もしいな、みちる。聞きました、ミスラさん。ミスラさんのライバルですって。みちるはきっとすごく立派な魔法使いになるよ。今だって十分立派だけどね。あなたのせいで喧嘩を売られているのに、感激してないでくださいよ。そうでしたね。すみません。弟の成長に胸がジーンとしてしまって。またジーンですか。あなた、日が沈んだだけでも同じようなこと言ってたでしょう。たくさんジーンとする方が楽しいじゃないですか。みちる、大丈夫だよ。ミスラさんは私を悪の道に引きずり込んだりしないよ。それに兄様は私なんだから。何かの時には私がみちるを守ってあげるんだからね。でも兄様。俺がやりますよ。あなたたちを守るのが俺の役目です。チレッタにそう約束したので。じゃあ今日はいけないことを始めたりしませんか？いけないこと？はい。誰にも気づかれないように兄様と部屋に来いって言うから、何かいけないことを教わるのかなって思ったんです。兄様を悪の道に染まらせちゃいけないって。いけないことじゃありませんよ。いいことを教えてあげます。これを見てください。これはマナ石ですか？ええ。こんなに大きくて輝きが強いマナ石を見たのは子供の頃以来です。そうでしょうね。マナ石は魔法使いの石です。南にこれほど強い魔法使いはいないでしょう。魔法使いがマナ石を食えば魔力が増えます。魔力が増える？つまり強い魔法使いになれるってことですか？ええ。すごい！そんな方法があったんだ。兄様、知っていましたか？少し。早く言ってくれればよかったのに。ミスラさん、僕も強くなれますか？南の魔法使いの僕でも。多分。俺は南の魔法使いじゃないので知りませんが、大丈夫でしょう。質が悪かったり、相性が悪いと、大した変化がないこともありますが、こいつはなかなかのマナ石です。オーエンやブラッドリーも欲しがるような代物だ。そんなにすごいものを、どうして？あなたたちに死なれては困りますからね。もっと強くなってもらわなければ。ミスラさん、僕を強くしてくれるんですか？ええ。
なぜ泣くんです？僕、ずっと強くなりたくて。でも、心のどこかで、無理かもって思ってたから。ミスラさんみたいな、強い魔法使いに、強くなれるよって、強くしてあげるって言ってもらえて、すごく嬉しいんです。ありがとうございます。お安いご用ですよ。ミスラさん。なんだ。あなたはただ強くなる方法を知らなかっただけなんですね。知ったら俺とも馬が合います。いろいろ教えてやりますよ。あなたはチレッタの息子ですから。ありがとうございます。僕、頑張ります。ミスラさん、マナ石ってどうやって食べればいいんですか？乾燥させた木片みたいに粉々に砕いて？それともこのまま水に入れて煮出すんでしょうか？僕、薬は作ったことがあるんですけど、鉱物を食べたことはなくて。口に入れればいいんですよ。食べると言っても取り込む感じです。まず口の中に入れてみて。ほら、ルチル、あなたも。どうしたんですか、兄様。ミスラさんの手を跳ねのけたりして。すみません。ミスラさん、ごめんなさい。私にはできません。はあ？ミチルにもさせられません。ミチル、ダメだよ。お願いだから口に入れたりしないで。どうして？何言ってるんですか？これだけ上等なマナ石は今はほとんど手に入りませんよ。上質な石、上等な魔法使いはすべてオズが石にして食ってしまった。これほどの石はめったにありません。それをあなたたちにあげるって言ってるんです。感謝してほしいんですけど。すみません。そればっかりじゃないですか。理由を言ってくださいよ。僕も知りたいです。どうしてダメなんですか、兄様。兄様が嫌なら、僕だけでも。ダメ。マナ石は魔法使いの石。ミチルもフィガロ先生に習っただろ？化石のようなものだって。習いましたけど。キラキラ力強く輝いていて、不思議の力が宿っていて、高価で素晴らしいものだけれど、人の骨と同じだよ。はあ？違いますよ。全く違う。何が違うかはうまく言えませんが、あなたが思うようなものじゃありません。ミスラさん、マナ石を食べる文化があることは私も聞いたことがあります。ミスラさんの考え方を否定したいわけじゃありません。ミスラさんにやめてほしいと言ってるわけでもないんです。ですが、分かってください。私には無理なんです。ミスラさんの気持ちはとても嬉しいですけど、私たちはそれを食べられないんです。意味がわかりません。弱い南の魔法使いのくせに。これを食わないで、あなたたちが強くなれる方法が他にありますか？殺されない方法があるとでも？頑張って訓練します。ミスラさんに迷惑はかけません。だから。あなたたちが弱いことで、俺はとっくに迷惑してるんですよ。もういい。力ずくでも食わせます。兄
様。こっちを向いて、さっさと口を開けてください。ニスラさん、やめてください。僕が食べます。ダメ。僕はそれが欲しい。強くなりたいです。ダメだ、しないで。母様が石になるところを見たよ。母様の石を棺に入れて埋葬した。それと同じものだよ、ミチル。誰かの命だったものだ。棺に入れて埋葬した？食わなかったんですか？チレッタの石を。彼女はあなたたちと一つになりたかっただろうに。なんてひどい。私は父様や村の人と一緒に私たちのやり方で葬りました。思いを込めた優しいお別れでした。北の魔法使いにとって石を求められないことは価値がないことと同じですよ。俺の石は決して道端に転がりません。北のミスラの石なら誰もが手を伸ばして欲しがる。チレッタの石だって。ミスラさん、あなたの考えやあなたのやり方があることはわかります。だけど私たちのやり方を否定しないでください。特に大切な思い出は。否定してるのはあなたでしょ。せっかくあなたたちのために俺が用意してやったのに。ミスラさんの気持ちは嬉しいです。それは本当です。でも兄様。大口を開けている隙にマナ石を入れてやろうと思ったのに。さあ、口を開けてください。無理やりねじ込みますよ。ミスラさん、やめてください。兄様に乱暴しないで。うるせえな。任務前に騒いでんじゃねえよ。ブラッドリー。ブラッドリーさん。お前ら。ブラッドリー。ここは俺の部屋ですよ。俺の縄張りに入ってきて、ただで済むと思っていないでしょうね。その縄張りに踏み込まれて、偉そうなこと言ってんじゃねえよ、この間抜け野郎。は？北のミスラともあろう男が、夢中で子供にじゃれついて、泣かして、はしゃいでるとはな。今なら仕留められそうだぜ。面白い。あなたを石にして、彼らに食わしてやることにしますよ。ミスラさん、ブラッドリーさん。てめえらは引っ込んでろ。ほら、さっさと行きな。南の兄ちゃんと小さいの。でも。邪魔するなっつってんだ。南の魔法使いが出る幕じゃねえんだよ。わかりました。行こう、ミチル。はい。待ってくださいよ、ルチル、ミチル。てめえの相手は俺だ。アドのポテンスム。後悔させてやりますよ、アルシム。ルキーノさん、いい人そうでしたね。これからもっと仲良くなれるといいな。そうだね。ブラッドリーさん、大丈夫だったかな。朝のあれって僕たちをかばってくれたんでしょうか。それとも迷惑な北の魔法使いのただの喧嘩かな。兄様、聞いてますか？あ、ごめんね、考え事しちゃって。ミスラさんが食べさせようとしたマナ石のことですか？ごめんね、ミチル。私たちは食べませんなんて言っちゃって。ミチルの話を聞く前に
決めつけるようなことを言ってしまったね。みちるはどうしたい？僕は、僕も兄様と同じです。よく考えたら苦手っていうか。本当に？私と意見が違うからって自分を否定しなくていいんだよ。でも僕が間違ってた気がします。ごめんなさい。謝らないで、みちる。人と違うからって謝らなくたっていいんだ。ごめんね。私が動揺してしまったせいで不安な気持ちにさせてしまったね。兄様。ミスラさんやみちるを否定したわけじゃなかったんだよ。うまく話せなくてごめんね。仕方ないですよ。ミスラさんが乱暴だったんです。あれはミスラさんの悪いところですよ。でもミスラさんも私たちのために大事なものを譲ってくれようとしてたんだよ。兄様はどうしてマナ石を食べることをあんなに嫌がったんですか？せっかく強くなれるのに。兄様は強くなりたくないんですか？強くなったらミスラさんにバカにされなくなるし、乱暴されなくなりますよ。それに僕を守ってくれるって言ったじゃないですか。だったらごめんなさい。兄様を責めてるわけじゃなくて、大いなる厄災の戦いが待ってて、僕たちは強くなった方がよくて、すぐ簡単に強くなる方法があるのに、やらない理由がわからないんです。兄様は弱いままでいいんですか？そうだよね。そうですよ。このままじゃ南の国だって兄様の生徒たちだって守れないです。僕たちだって少しくらい我慢しなきゃ。ミスラさんのマナ石一緒に食べさせてもらいましょうよ。でも母様の埋葬式を思い出すんだ。埋葬式に参列するのは母様の時が初めてじゃなかった。ベスおばさんわかるよね？はベスおばさんのお母さんやシェーンおじいさんの奥さんの埋葬式に父様や母様と一緒に参列したんだ。亡くなった人は棺で眠っていて、私たちはお花を持って行って一輪ずつ棺の中に備えたんだ。みんな綺麗な花に埋もれながら安らかに目を閉じていて、静かな楽園にいるみたいだった。そんな風にお別れをしたんだ。父様の時みたいに。そう。とても悲しいけれど感謝と愛に満ちた時間だった。母様の時は亡骸がなかったから、母様のマナ石を棺に並べたんだ。棺に並んだマナ石を撫でながら父様が泣いていたのも覚えてる。人間だったら今もまだ面影を見つめていられたのにって。ミスラさんにマナ石を差し出された時、あの日の光景をはっきりと思い出した。だからどうしてもできなかったんだ。でもドラモンドさんたちから預かったエレベーター用のマナ石を使ったりしていたでしょ。そうだね。いつもは魔法生物たちの化石、不思議な魔法の石って思ってた。亡くなった魔法使いの石だって混ざっていたかもしれないのに考えたことがなかった。ずるいよね。魔法使いも魔法生物もかつて命だったのは同じなのに。でも母様の髪を撫でるみたいに
マナ石を撫でた父様の手を忘れられないんだ。僕は兄様をずるいなんて思いません。兄様らしいと思います。でも僕はみちる。はい。みちるは自分の気持ちに正直に、自分自身で答えを選んで、私と同じじゃなくていいんだよ。みちるらしい答えでいいからね。兄様。大丈夫。どんな選択をしたとしても、みちると私の関係は変わらないよ。自分で食べるのは抵抗があるけど、マナイシを食べてるミスラさんのことも私は大好きだもの。みちるがどんな答えを選んでもみちるが大好きだよ。兄様、ごめんなさい。僕兄様に選ばせようとしました。僕と同じ考えになってほしくて、兄様の話を聞く前に兄様を無理に説得しようとしてました。強くならなくていいんですかなんて追い詰めて。みちるの言う通りだよ。守りたいものがあるなら自分を変える覚悟を決めなくちゃ。兄様は強い人です。僕を助けるために魔力を失って弱くなってしまったけど。みちる、そんなこと。魔力が弱くなってしまったとしても、心の優しい勇敢な強い人です。魔法使いは心で魔法を使う。兄様の言葉はきっと魔法使いの心を強くします。どんな答えを選んでも僕のことを好きだって言ってくれて嬉しかったです。みちる、自由に選んでいいって言ってくれてありがとう。僕の兄様が兄様でよかった。私もみちるが私の弟でよかった。嬉しいな。みちると喧嘩しないで済んだことが一番嬉しい。僕もです。そうだ、みちる、答えが見つけられなかったらフィガロ先生に相談するといいよ。フィガロ先生に？みちるが強い魔法使いになりたいことをフィガロ先生は知ってるだろ。それなのにマナ石を食べることを今まで進めてこなかった。何か理由があるんじゃないかな。そうですね。マナ石は高価でフィガロ先生には買えないものだからかな。それだけじゃない気がするな。エレベーター用のマナ石は中央の国の人たちからもらってるし、ミスラさんにもらうとしてもフィガロ先生に相談してからにしたら？フィガロ先生は忙しいからあまり真剣に取り合ってくれない気がするな。そんなことないよ。お忙しい方だけどどんな時にも親身になってくれるよ。でもフィガロ先生は僕に魔法を教えることがあまり好きじゃないような気がする。教えてくださいとねだるたびどこか気が乗らない顔をする。フィガロ先生は物知りだけれど所詮南の魔法使いだし、魔力の強さに関することでは北の魔法使いのミスラさんにはかなわないじゃないか。だったら僕を強くすると言ってくれたミスラさんが先生がいい。フィガロ先生に相談してそんなことしたらダメだなんて今更言われたくない。みちる？そうですね。考えておきます。ねえ、みちる。私は学校で先生をしているだろ。ものを教える時にも順序やタイミングが大事だったりするんだよ。
経験より知識が増えすぎたり、心が育ってないのに経験させるのは良くない結果になったりするんだ。フィガロ先生もきっと。兄様、言いましたよね。僕と兄様の答えが同じじゃなくてもいいって。じゃあこのことについても僕と兄様の考えは違います。フィガロ先生には頼りません。ちょっと外を見てきます。みちる。みちる、どこに行くんだ？おやつをもらったぞ。いりません。子供じゃないんですから。どうしたんだ、みちるは。喧嘩をしなくて済んだのに喧嘩になっちゃった。おやつは大人も食べるのに。フィガロ先生がどうとか言っていなかったか？そうなんです。フィガロ先生は戻られましたか？いや、まだだ。昔の知り合いだと言っていたから積もる話があるんだろう。俺たちにできることを先に済ませておこう。ルチル、頼めないか？何ですか？看板作りだ。魔法使いの家の看板ですね。みんなの目に留まるような素敵な看板にしましょう。みちる、看板を作るよ。どんな看板がいいと思う？別に兄様の思う通りでいいんじゃないですか？どのあたりに置こうか。そのあたりとか。よくわからないな。こっちへ来てくれ。おいで、みちる。ここはどうですか？いいな。通りからも目立つだろう。ではルチル、頼む。はい。オルトニク、セトマオージェ。わあ、素敵な看板です。ああ、町の人に愛されそうだ。ありがとうございます。どうかこの場所が魔法使いと人間が友達になるためのきっかけになりますように。どうも、お久しぶりです。スノー様、ホワイト様。おお、フィガロか。フィガロや、久しぶりじゃのう。オズには会っておるのか？いいえ、俺も南の国で忙しく暮らしていますし、あんな陰気な男に絡んでいられませんよ。薄情なことを言うでない。薄情なのは向こうの方でしょう。俺は手を切られたんですから。ま、あいつは手を結んでるとも思ってなかったかもな。今さらどうでもいいですけどね。ただ、あれほどの力があっても、無意に孤独に生きているところは哀れに思います。オズにも何か変わるきっかけがあればいいんですけど、こればかりは周りが口を出してもね。で、そんなことはいいんです。このままじゃ魔法使いは滅びます。人間の数が増えすぎて、魔法科学とやらまで誕生した。そろそろ対策を立てなければ。例の西の魔法使いの仕業じゃな。ムルハートじゃ。わかっておるわ。名前なぞ出したくもないから出さなかったのじゃ。ごめんね。フィガロちゃん、何のお茶飲む？自分たちの滅亡の話題に合うお茶があるならそれで。っていうか、さらーっと魔法使いの滅びについて話さないでよね。ホワイト様、大昔にあなたが教えてくれたことですよ。お茶を飲みながらね。人間が魔法使いを祭り上げるのは人間が弱いからだって。人間の数が増えて力を持てば魔法使いは異端として追われる身になる。予言というわけではないが、見事的中しそうじゃな。ゆっくりと価値観が変わっています。
俺たちが出会った頃、魔法使いは神のような存在だった。次第に人間たちの集落が増えて、弱い魔法使いたちは暮らしにくくなった。癇癪を起こしたオズが世界を蹂躙してからはより一層魔法使いは警戒の対象に。ほんの一時、魔法使いと人間の共存を目指そうとする国家も出現しそうでしたが、あっけなく内部分裂しました。今は上辺の共存を謳いつつ、魔法使いを排斥しようと従っている。魔法使いたちの方でも人間の社会に反発する動きが出ています。人間を騙し、襲い、時には殺戮まで。そのようじゃの。なんでも東の国の町で魔法使いが人間を狩り始めたとか。第二のオズが現れたわけか。そんな大したものじゃなさそうですけどね。犯人たちはどこかに逃げたみたいだし。ですが、惨劇に見舞われた雨の町の住人をはじめ、人間たちは魔法使いを憎んでいます。このままじゃ、弱い魔法使いたちに憎しみが向けられる。そなたの中で今流行っておる南の魔法使いたちか。北に中央に南に忙しいの。どうせ気まぐれに手をつけて、そのうち打ち捨てるのじゃろ。ひどい言い草だな。気まぐれなのはお互い様でしょ。我ら、北の土地を捨てたりせぬわ。白状者め。土地を捨ててさまよう精霊たちの慣れの果てを知っておるだろうに。北の国の土地を愛せればよかったんですけどね。あなた方のような人生を歩みたくなくて。可愛くない。可愛くないの。とにかく魔法使いは人間とうまくやらなきゃ滅びます。オズみたいな特殊な奴らは生きながらえても、他の子供たちは異端児として忌避される。だから今こそ正義の味方をやりましょう。あなたたちいい人ぶるのは得意でしょ。ほほう、人間の味方のふりをするのか。弱き魔法使いが人間の手に駆られる前に、我らが人間の味方をするというわけか。ええ。恐ろしくて悪い魔法使いだけじゃない。善なる神聖な魔法使いも存在する。人間たちにそう思わせるために。してどのように処する？我らが善なる魔法使いを名乗るには邪悪な魔法使いが必要じゃ。人類の敵ならばオズに間違いないが、もう一度オズに世界を焼かせるわけにもいくまい。それ以前に我らでオズを狩れるのか？今の魔力ではちと難しいじゃろう。わかっていますよ。オズは膨大な魔内視を食いすぎて強大になりすぎています。俺たちではかなわない。だから最近話題の的になっている有名人を借りましょう。ブラッドリーか。ブラッドリー・ベインじゃな。ええ。悪名高い死の盗賊団。その頭領のブラッドリー・ベイン。彼を捕獲しましょう。もともと北の国では有名でしたが、中央の国の王家から北の国の王家への献上品を奪ってさらに名を馳せた。銀融詩人たちがこぞって物語にしたせいもあるでしょうね。王家に一泡吹かせる悪党の話は恐ろしくもあり痛快でもある。今やブラッドリーは時の人だ。雨の町の惨劇をきっかけに膨らんだ魔法使いへの警戒心、恐怖、憎悪が最悪の形で弾けないように。ブラッドリーを悪役にして俺たちが正義の味方になる。人間たちを安心させるためにブラッドリーを生け捕りにして監獄に入れるんです。魔力を感じられない人間たちはブラッドリーの石を飾っておいてもピンときませんからね。本人を檻の中に入れておけば自分たちの社会は悪い魔法使いを管理できるんだと人間たちは安心できる。明暗じゃ。でしょ。
しかしこやつ一度もオズに情があるから殺せぬとは言わんかったな。この人ら、一度もオズに情があるから殺すなとは言わなかったな。そりゃ懐かないわけだ。ブラッドリーを生け捕りか。息の根を止めていいならまだしも、なかなか骨の折れる仕事じゃ。うまくいくかの。奴は手下をうまく使いよるからの。お二人とも短気だからな。殺さないでくださいよ。生け捕るための算段はあるのか？ええ。一昔前なら難しかったでしょうが、今ならなんとかなりそうです。ほう。強固な絆で有名な盗賊団ですが、最近は棟梁のブラッドリーの威信が落ちてきているみたいですよ。何でも副官的存在の魔法使いが団から抜けようとしているとか。仲間割れを起こしておるのか。それは狙い目じゃ。して、そのものの名前は？なんて言ったかな。ネモ？はっきりせんのう。お前、どこで寝泊まりしている？町の外れにある廃屋です。さっきの大きな家に行ってもいいですか？ダメだと言っただろう。あの家には近づくな。ミスラの縄張りだと思いなさい。あの弱い魔法使いたちは何です？ミスラの奴隷ですか？お茶をどうぞと言われました。気が利いて優しそうだった。俺もああいう奴隷が欲しいです。奴隷じゃない。俺の大事な友達の息子たちだ。ミスラにとっても大切な相手だ。そうなんですか。いいな。アイザック、ここでお別れだ。最後に忠告をしよう。しっかり聞いておくれ。はい。お前が親切にされると嬉しいように、お前じゃない人間たちも人に親切にされると嬉しいんだ。人の輪の中にいたいのなら人に優しくすることだ。お前が愛され優しくされるために。俺が先にしなきゃいけませんか？何かくれたり優しくしてくれたなら親切にしてやるんですが、何もしてくれない奴に俺から先に親切にしなきゃいけないもんでしょうか？いけないことはないさ。ただ大方の人間がお前と同じようにただ愛を待つ側なんだ。愛を与える者が愛される。愛されないことももちろん多いけれど、俺はお前が愛されていたら嬉しいよ。俺もです。さよならアイザック。お前の幸せを願ってるよ。俺もです、フィガロ様。またお会いできますか？さよならを告げただろう。でもそうだな。必要な時には俺から会いに行こう。ぜひ会いに来てください。今日は楽しかったです。あなたの顔を見ていると安心します。それはよかった。顔に触ってみてもいいですか？図に乗るな。すみません。ああ、そうだアイザック。このネックレスは？腕輪に絡まっている細い鎖だよ。女物のネックレスじゃないか？
さあ、どうでしょう。何でもありません。おっきい。ねえ見た？おっきい人。まったく、子供はバカだから嫌いです。お前も子供だったよ。お前が賢いと呼ぶ俺もムルも昔は子供だった。フィガロ様やムルは子供の自分から賢かったでしょ。どうかな。俺はそうだったけど、ムルは変わったところがあるから。ブラッドリーの右腕も子供の自分から賢かったと言ってましたよ。ブラッドリーの右腕？ええ。ブラッドリーって死の盗賊団のブラッドリー？面識があったのか？はい。どんな仲だったんだ？仲とかはないです。かなり前に盗賊団に入りたくて近づきました。それで？俺はお断りだと思い出して腹が立ってきたな。どうして断られたんだ？自分のことしか考えないから。確かにアイザックは自分本位で他人を思いやる視野に欠けているからな。どれだけ彼が強くても集団行動においては有能な働きはできないだろう。じゃああの男は最初から組織に向いている魔法使いたちを集めていたのか。早めにブラッドリーの首根っこを捕まえておいてよかった。下手をしたら国を作っていたな。魔法使いの国を。そんなものできるんだろうか。魔法使いの出生は不安定なのに。できたとして魔法使いだけが幸せになるその国は素晴らしいものなのだろうか。魔法使いだけが幸せでいいじゃないか。幼い頃から社会貢献を求められてきた。そのせいで妙な悪癖が身についているんだろうな。自分だけの幸福には罪悪感が伴う。フィガロ様。何でもない。何の話だっけ？ブラッドリーの右腕の話です。おっと、本物の腕の話じゃありませんよ。こう右腕になるくらい頼りにしているやつっていうことです。相棒のようなもんですな。それで？賢い子供だったそうです。へえ、ブラッドリーの右腕か。ブラッドリーを捕らえた時はそいつは離脱した後みたいで、結局顔は見られなかったけど、まだ生きているんだろうか。ブラッドリーと接触しようとしたら厄介かもしれないな。ここまで姿を現さなかったんだ。今さら脱獄の手伝いなんてしたりしないだろうけど、居場所だけでも突き止めておくか。名前は覚えてる？え教えて。え、ネロです。ネロ？
久しぶりの自由だ。好きなもん食いてえからな。東の飯屋風情が俺の言うことに従うようにしつけてやってんのさ。ネロがブラッドリーの盗賊団の副官？アイザック、それは確かか？ええ、ネロです。よく覚えていますよ。欲しかったんで。欲しかった？ああ、いえ、羨ましかったの間違いです。いいなと思って。ネロについて他に覚えていることは？見た目や魔道具、呪文、何でもいい。そうですね。空色の髪をしていたような。魔道具はよく見るものでした。あと、北の魔法使いらしくなかったです。どういう風に？さあ、俺じゃなくてブラッドリーが言ったんですよ。ネロは北の魔法使いらしくない。手柄にも、名誉にも興味がない。気が細かくて自信がない。だけど、そういうところが盗賊団を続けていくにはいいんだって。そうだった。断られて腹が立って暴れ回ったら、そんな話をされたんです。思い出したら腹が立ってきた。ブラッドリーのやつ。そうか、ブラッドリー。お前も偶然の再会に翻弄された魔法使いの一人か。フィガロ様？いや、なんでもないよ。かわいそうにブラッドリー。お前は自分を裏切った男の顔色を今でも伺っているのか。元相棒か。なるほど。ネロが賢者の魔法使いとして召喚されたのは偶然だろう。だが彼らの絆が戻れば、俺やスノー様たちへの復讐を企みかねない。念のため警戒しておかないと。ブラッドリーちゃん、くしゃみしそう、危ない。どっか行ったぜ。何よりじゃ。ほっほっほ、手当てを続けてやろう。必要ねえよ。この程度自分で直せる。まったくミスラに挑むなど、そなたは命知らずじゃな。おかげでミスラはどこかに行ってしもうた。オーエンちゃんも見当たらんし。別に構わないだろう。俺たちだけで十分なんとかなりそうな任務だ。ブラッドリー、
頼りにしておるぞ。我ら夜には絵になってしまうのでな。そなたが良い子にしておればケーキはまた見直される。自由が早くなるじゃろう。念を押さなくったって絵の中に閉じ込められたお前らを壊したりしねえよ。よかった。それが心配だったの。ブラッドリーちゃん大好き。やめろ気色悪い。いつか殺してやるけどな。スノー、ホワイト、そしてフィガロ。せいぜい飼い主気分を楽しめよ。てめえらが握ってるつもりの鎖は俺の首に繋がっちゃいないぜ。その小さい頭を弾いてやるよスノー。ホワイトを連れて行きな。
アドノポテンスム。ロスコムニア。魔法使いじゃ。北の魔女じゃな。エヴァだ。ほう、エヴァとな。懐かしい名前じゃ。あやつは我らを毛嫌いしとるからの。ひざまずかされるのが嫌いな女だからな。お前らはすぐ上下関係を押し付けてくるだろう。だって分からせないと。分からせないとね。どこに行く？エヴァに会ってくる。会ってどうするのじゃ？野暮なこと聞くな。すぐ戻る。ブラッドリーちゃん。おっかねえな。エヴァ、俺だ。このままやり合うのも悪くないが、顔を見せてくれないか？久しぶりだろ。双子に魂を売ったな。何の話だ？双子とフィガロの監獄に入れられたブラッドリーの坊やがこのような場所にいるものか。双子の下僕となり果てたのだろう。この恥知らずめ。罵るなよ。口笛を吹きたくなる。弁解はそれだけ？聞いてないのか？監獄に入れられた後、賢者の魔法使いに選ばれたのさ。賢者の魔法使いに？ああ。なぜ月を迎撃し損ねた？この世界異変はお前が仕組んだのか？俺が仕組んだ？監獄を破るためたばかったのかと。坊やは悪知恵の働く子だったろう。世界を滅ぼす度胸があると思われてんなら光栄だな。だが、あんたがいる世界を壊したりしねえよ。もったいねえ、大魔女エヴァ。バカな子。
元気そうで何よりだ。あんたは何をしてた？人を探している。人？北の魔女だ。名はソフィー。私の弟子だった娘。弟子を取ったのか？弟子だったっていうのは？私を裏切った。私のもとで学び、私の魔術を引き継ぐと、あの娘はそう言っていた。なのに、どこかへ姿を消した。決して許さない。見つけ出して、制裁を与える。制裁っていうのは？石にして食らう。この腹に入れてやる。そうか。まああんたも好きにしろよ。当然だ。お前はブラッドリー。俺がなんだよ。裏切り者に制裁を与えたのか？お前が可愛がっていた坊や。あの子がお前を裏切ったのだろう？坊やがいっぱい出てくるな。あんたは長生きだから仕方ないか。おだまり坊や。ああ、違う。坊やじゃなく。そうだ。ネロ。お前を裏切った小僧の名だ。そのせいで、お前の仲間が大勢死んだ。お前も制裁を与えなくてはならない。自分を裏切った者が片割れだろうと。お前が北の魔法使いならば。お前がなぜネロを気に入っていたのか知っている。気に入っていたわけじゃねえが。なんだ？お前は罵られるのが好きだからだ。そんな風に思ってたのか。坊や、真面目にお聞き。お前が罵られたがるのはベイン一家と間違えているからだ。初めて会った時は驚いたものだ。お前ほど魔力のある子が人間の老人に罵られるまま笑っていた。聞けば兄だと。兄弟が多かったんだ。親父は魔法使いだったんだが、魔法使いが生まれるまであちこちに子供を産ませた。俺は末の息子だ。だからまあ確かにガミガミ言われるのは慣れてたな。ネロもそうだったな。心底承継し畏怖している反面、しらけた目で俺に辟易してた。そういうところが付き合いやすかったのかもな。そう。ネロもそのような男だった。心を読むなよ、エヴァ。魔法を使わなくともわかる。お前はネロを家族のように思ってしまった。だが、組織を裏切ったのなら、総裁であるお前が制裁を与えなければ。
ブラッドリー、お前は己の規律で生きてきた。これからもそうだろう。北の生き方を捨てられないなら、お前はお前の魂に示しをつけなければならない。魂に示すものがなければ、いつしか矛盾が生まれる。矛盾はお前の魂を腐らせる。坊や、お前は裏切る者を許さなかった。ああ。私も決してソフィーを許さない。だが、胸が張り裂けそうだ。私の魂を授けようとした相手を、この手で石にするのは。楽におなり、ブラッドリー。自分らしさを取り戻せ。特別なものなど作るべきではなかった。ソフィーを石にして、私は自由になる。彼女を憎むのも、恋しがるのも、もうたくさんだ。この手で終わらせる。あんたが弟子に選んだ魔女、一度見てみたかったけどな。特徴を伝える。もしもソフィーを見たら教えて。いいぜ。どんなやつだ？うなじが見えるほど短い甘色の髪。聡明そうな青い瞳。背丈は私より頭一つ低い。瞳の色に似た石の首飾りをしている。私が与えてやったもの。瞳と同じ色の石。ずいぶん可愛がってるじゃないか。なんだって逃げたんだ？知るか。お前はどうなんだ？俺の話はいい。死の盗賊団の残党が噂をしていた。ネロさえいればお前は捕まらなかったと。お前への忠誠が本物ならお前を救出するために中央の国へ乗り込んだだろうと。ネロはお前を救わなかった。お前が捕まったままの方が都合が良かったからだ。違う？坊や。粘着質な言い方はよせ。弟子が逃げて行きたくなったのもわかるぜ、エヴァ。殺す。待て待て待て。ブラッドリーちゃん、もうすぐどっか行っちゃうんだから。おお、あれはエヴァか？おお、エヴァよ。これは久しぶりではないか。北の双子。ほっほっほ、エヴァよ。元気にしておったか？ああ、待って、エヴァちゃん。釣れないじゃん。我らとも話そうよ。ブラッドリー、一つ忠告してやろう。西の国には近づくな。西の国？
封印されしまがまがしきものが目覚めた。やがて秩序が失われていく。混沌と狂乱に巻き込まれるな。何が目覚めたって？おい、エヴァ！さらばだ。